とうとうたどり着いたわ。なんだこれは。無限がずっと続いているわね。そして次の無限は前の無限よりも大きくなっている。つまり、無限より大きい無限が無限に続いているわ。ちょっと何が起こってるのかわからないのだ。無理もないわね。では状況を整理しましょう。今回の私たちの目的は、無限集合の列、x1、x2、x3、を具体的に構成することよ。ただしこれらはこのような関係を満たす。この縦棒は何なのだ。これは集合の濃度を表す記号ね。濃度とは集合の大きさを表す概念で、有限集合の要素の数を無限にも拡張したものとなっている。そしてここでは集合 x1 の濃度よりも集合 x2 の濃度の方が大きい。同じように x2 の濃度よりも x3 の濃度の方が大きい。これが無限に続いていくわ。ああ、無限より大きい無限が無限に続いてるってそういうことね。この問題は一瞬で片付いちゃうよ。ずんだもん、できるの？楽勝なのだ。ある無限集合をもとにそれより大きい無限集合を作れれば、その方法を次々に適用していくことでいくらでも大きい無限が作れる。なるほど、それは確かにそうね。そしてもっと大きい無限集合を作るのは簡単なのだ。例えば自然数全体の集合に対して0という新しい要素を加える。こうすれば元の集合よりも要素が1個だけ増えるのだ。ずんだもん、わかりやすい間違いをしてくれてありがとう。なんだって2つの無限集合の間にこのような対応を考えましょう。対応が1個ずつずれているのだ。ここで2つの集合の要素は全て1対1に対応しているから、これらの集合の濃度は等しいと言えるわね。あれ、そういう風に考えるの？こっちの方が一歩だけ多いと思うんだけどな。まあでもそういうルールならもっと早く言ってほしかったのだ。じゃあ別の手を考えることにしよう。今度は1に1とマイナス1を対応させて、2に2とマイナス2を対応させる。こうすれば元の集合と比べて要素の数が2倍になるのだ。これは間違いなく元の集合より要素の数が増えている。ふふ、あなたを見ると昔の自分を思い出すようだわ。どういうこと？左端から順にこのように対応づけていきましょう。するとやはり2つの集合の要素は全て1対1に対応するわ。これはひどいのだ。どう考えてもこっちの方が要素がたくさんあるのに。でも確かに1対1に対応してしまっている。無限って怖いのだ。僕の素晴らしいアイデアが無限とやらに次々と破壊されてしまう。ちょっとはっきりさせておきたいんだけど、どうすれば本当にもっと大きい無限集合が作れたと言えるの？確かにそのあたりは曖昧になっていたわね。わかったわ。集合の濃度の大小をちゃんと定義しましょう。まず2つの集合 AB の濃度が等しいとは何かということを有限集合の例を参考に定義するわね。集合 AB が同じ数の要素を持っているとすると、ある A から B への写像が存在して、A と B の要素は1対1に対応する。写像というのは関数と大体同じ意味だけども、写像というと一般の集合を扱うのに対し、関数というと数を扱うことが多いんだったね。確かにそうね。ちなみに空集合はちょっと特殊で、空集合と空集合の間に空っぽの1対1対応があると考えましょう。さて、無限集合の場合も、ある A から B への写像が存在し、A と B の要素が1対1に対応するとき、2つの集合の濃度は等しいものとするわ。了解なのだ。次は、A の濃度が B 以下であるとはどういうことかを定義するわね。これも有限集合を例に考えましょう。A の要素の数が B の要素の数以下であるとすると、ある A から B への写像が存在して、これは A 全体と B の部分集合との1対1対応になっている。ただし B 全体も B の部分集合の一つであることに注意してね。無限集合の場合も同じように A 全体と B の部分集合が1対1に対応するとき、A の濃度は B 以下であるとするわ。確かに妥当な定義なのだ。ちなみに前者と単者という概念を使うともっと厳密に濃度の大小を定義できますが、今回はこのような直感的な定義で進めますのでご注意くださいね。了解なのだ。それで A の濃度より B の濃度が大きいということはどうやって定義するの？実はもうほとんど定義できちゃってるわ。A の濃度より B の濃度が大きいとは A の濃度が B 以下であり、かつ A の濃度が B の濃度と等しくないことと定義すれば OK ね。ああ、そういうことね。濃度が等しいことの定義はもうできてるから、濃度が等しくないとは濃度が等しいではないこと。
つまり1対1対応が存在しないことと考えられるのか。大正解。ところでこれって濃度の大小関係を定義しているけど、濃度そのものが何かは定義しないの？気づいてしまったようね。有限集合では濃度とは単に集合の要素の数と考えて問題ないけど、無限集合の場合、濃度の厳密な定義はちょっと複雑な話になるのよね。なので今回はあくまで濃度の大小関係にのみ着目しましょう。また素朴な考え方として、ここでは集合の大小関係を定義しているだけで、その関係をこのような記号で表していると考えてもひとまず問題ないわ。まあ確かに2つの集合の関係を定義しているだけだったら A の濃度とは何か B の濃度とは何かを具体的に定義する必要はないからね。とりあえず今回はその考え方でいくのだ。それで無限集合の大小関係は定義できたけど、ある無限集合より大きい無限集合ってどうやって構成すればいいのだ？ずんだもん、気をつけて。なんだって？うわ、何が起きたのだ？ヒントが来たよね。2のべき乗みたいに見えるけど、変なところに自然数の集合があるのだ。これは自然数全体の集合のべき集合。べき集合ってなんだっけ？よろしい、説明しましょう。集合 X のべき集合とは A という集合全体の集合である。そして A は X の部分集合という条件を満たす。つまりべき集合とは部分集合全体の集合のことね。部分集合全体の集合か。変わったことを考えるね。べき集合は集合論におけるとても重要な概念となっているわ。その理由の一つがこれからわかるはずよ。それじゃあ例として2つの要素 AB からなる集合のべき集合はどうなるかな？この集合の部分集合を全部挙げれば良さそうなのだ。まず要素が0個の集合、つまり空集合は部分集合として挙げられるよね。次に要素が1個の集合は A、B の2つがある。あとは要素が2個の集合、つまり AB 自体も含まれる。これで全部なのだ。ありがとう、ずんだもん。ここでべき集合の重要な性質を一つ確認しておきましょう。実は X が有限集合の場合、X のべき集合の要素の数はこの式で得られることが知られている。ちょっとややこしいけど、この部分は X のべき集合という意味で、この部分は2のべき乗、つまり X の要素の数だけ2をかけたという意味ね。なんでこうなるんだろう？具体例を考えると分かりやすいかもしれないわね。試しに ABCD の4つの要素からなる集合のべき集合を考えてみましょう。このべき集合の要素は例えばこんな形をしているわね。 ACD は要素として含まれてるけど B は含まれてないね。なるほど。ってことはこの集合のべき集合の要素、つまり部分集合を1つ選ぶとき A が入ってるかどうかで選び方が2パターンあって、さらに B が入ってるかどうかで2パターンある。 C、D についても同様なのだ。すると4つの要素からなる集合の部分集合を選ぶパターンは全部で2の4乗、つまり16パターンある。その通りね。あとは一般の場合も同じ考え方でこの等式が成り立つことが示せる。2のべき乗のような記法はべき集合の一般的な記法の一つだけど、なぜこのように書くのか、その理由がわかるわね。べき集合は元の有限集合よりもずっと大きくなれるんだね。じゃあ X が無限集合の場合はどうなるんだろう？もしかしてもっと大きい無限集合が作れるんじゃないかな。そこは私も気になるわ。ではヒントに現れた自然数全体の集合のべき集合が元の集合よりも濃度が大きいと予想し、その予想を証明してみましょう。このべき集合がどういうものなのかちょっと想像しづらいけど、例えば正の奇数全体の集合は自然数全体の集合の部分集合だから、ここで考えているべき集合の要素の例になってるね。そういうことになるわね。まず元の集合の濃度がべき集合の濃度以下であることを示しましょう。それなら簡単に示せるのだ。自然数 n に対し n のみで構成される集合を対応させればいい。この写像 F は確かに自然数全体からそのべき集合への写像になっていて、明らかに重複はないということはべき集合の部分集合との1対1対応になっているのだ。部分集合と対応付けられたということはこの不等号が成り立つということね。またここまでの証明では特に自然数の性質を使っていないので、自然数全体の集合でなくとも同じような証明ができるわ。さてあとはこの不等式の統合が成り立たないことを示せばいい。統合が成り立たないことを示すには
2つの集合の間に1対1対応が存在しないことを言えば OK ね。ここで A を2つの集合の間の任意の写像としましょう。この写像が必ず1対1対応にならないことを示せば良さそうだけど、それって結構難しそうなのだ。実はここで対角線論法という有名な証明方法があるわ。知ってたの？例えば A1 がこのような形をしているとしましょう。A は自然数に対して自然数全体の部分集合を対応させる写像だから、確かにこんな感じになってるのだ。同様に A2、A3 と続けて書いていくわね。A3 は有限集合になってるのか。まあ確かにそういう部分集合もあり得るね。では対角線上に並んだこの部分に着目してみる。そしてこの対角線上に存在しない自然数全体の集合を α としましょう。するとこの α はどの AN とも一致しないということがわかるわ。どういうことだろう。例えば1は A1 に含まれるけど α には含まれない。だから H は α と異なる。次に2は A2 に含まれないけど α には含まれる。だから A2 も α と異なる。これが全ての自然数について言えるから、確かにどの AN も対角線の部分で α と異なっているのだ。つまり写像 A は α を取りこぼしているから1対1対応ではない。2つの集合間の写像 A が1対1対応になり得ないということから、2つの集合の濃度は異なるということが証明できたわね。対角線論法か。なんか不思議な証明なのだ。実はここの証明も自然数全体とは限らない一般の集合に対して拡張できるわ。そうなんだ。ってことはべき集合のべき集合とか実数全体とかに対しても同じように対角線論法が使えるってこと？ちょっと想像つかないけど。確かにここは想像しづらいところではあるわね。それじゃあこの証明をちょっと書き直してみましょうか。α をもう一度よく見てみると、2は A2 に含まれていないためαに含まれている。また5は A5 に含まれていないためこれもαに含まれている。一般化するとαに N が含まれるのは N が AN に含まれていない時に限る。したがって α は集合の記法を使ってこのように定義するのが良さそうね。確かにだいぶ議論がシンプルになったのだ。では写像 A がこの α を取りこぼしていることを証明しましょう。任意の自然数 N について N が AN に含まれる場合とそうでない場合に分けるのが良さそうね。N が AN に含まれる場合、α の定義から N はαに含まれないことがわかるわ。まあそうかも。 N は AN に含まれるけどαには含まれないということは AN とαは異なる集合だとわかる。同様に N が AN に含まれない場合、αの定義から N はαに含まれるので、やはり AN とαは異なる集合だとわかるわね。つまり写像 A はαを取りこぼしているから1対1対応ではないということになる。なんともややこしい話なのだ。でも確かにこの証明は自然数全体の集合に限らず一般の集合に対して同じことが言えそうだね。 N を一般の集合 X に置き換えても全く同じように証明できるからね。まとめると任意の集合 X に対し濃度に関するこの不等式が成り立つ。例えば X1 を自然数全体の集合とし、X2 を X1 のべき集合、X3 を X2 のべき集合と続けていくと、集合の列 X1、X2、X3 点々点は濃度に関するこの不等式を満たす。つまり無限より大きい無限を無限に作れるということになるわ。ちょっと理解しがたい状況なのだ。普通は対角線論法というと自然数全体よりも実数全体の方が大きいということを示すために使われることも多いけど、今回はべき集合を取ると濃度が大きくなるということを直感的に理解するためにこのような構成になっていたみたいね。一体誰がこんなシナリオを仕組んでいるというのだ。集合論には無限に関する不思議がたくさんあるわ。またいつか他の問題が現れるかもしれないわね。現れないことを心から願っているのだ。それでは皆さんごきげんよう。ではまた。